どうも、菊池幸です。今回はですね、実は前の動画でこういうのを書いたんですね。1時間で、スタッフからの無茶ぶりというか、お題をポンともらって即興で書くっていうのをやったんですね。本当にこう、構図を練るところから、どういう色を使うかっていうところから、本当にその1時間以内に全部こう考えるっていう、即興で書くっていうのをやったんですけど、頑張りましたよ、結構。ちゃんと絵にはなったっていう感じなんですよね。絵にはなった。ただ、ちょっと気になるところも当然あるわけですね。その前の動画でもちょっと言ったようにちょっと反省点もあったりするんですけども、今日はせっかくなのでこれをこう自分で良くなかったポイントと良かったポイントをちゃんと洗ってですね、直していく。でビフォーアフターでどのぐらいこう手を入れたら良くなるのかということをちょっと試していきたいと思います。良かったポイントからまず少し言いたいんですけども、まずすごくうまく自分でね改めてみて良かったなと思うのは逆光構図にしたことですね。難しいんですよ。難しくて難易度上がって、確かにこれが良くないポイントにつながってもいるんですけど、難しくしちゃったので。ただ逆光構図にしたおかげでドラマチックになってですね、普通の光とか光の設定がない、要するに全然光を意識してない絵よりかはドラマチックな空間ができたかなと思います。よく光の意識っていうのは結構生物画とか大事だったりするんですけども、光の意識はちゃんとできているというところですね。あとはそのリンゴの形ですよね。これが単純にならなかったことですね。これどういうことかっていうと、リンゴって五角形の肩があるんですよね。形の肩が、ちょっとこうグッと出っ張ってる部分があるんですけど、それをよく初心者描かなくなっちゃうんですよね。そうするでリンゴこれ歪んでると思うんですよ、形が。これすごい実はリアルな形で、未来で描いたんですけど、もう描き慣れて死ぬほど描いてきたんで、未来で描けるって感じなんですけど、この肩とか歪みを取っちゃうと梨みたいになっちゃうんですよね。つるんとしちゃってリンゴっぽくなくなる。リンゴっていうのはちょっとこういびつにグッとこう出っ張りがあって肩があるっていうのが結構ポイントだったりするんですけど、それは少し意識してこうちょっとグッと肩を出したっていうのは描き慣れてるだけあってちゃんと意識できたかなというところですね。でもう一個は構図を取るときにいろんな形の要素を入れられたんですよ。例えばここにはこう丸がきますよね。でここにはこう半円がきますよね。別の切ったリンゴも浮きましたけど、でこのお皿も丸楕円ができて、に対してこういう四角みたいな形がこうぶつかってたりとかするとか、だからこれいろんな形がこう組み合わさるような形でリズムができたかなと思います。これ全部四角とか全部丸っこいのはちょっと面白くないわけですよね。形に少しバリエーションが出せたっていうのはいいところかなと思います。で最後これは近くで見たりすると実は分かるんですけど、タッチを結構工夫しました。書いてるプロセス動画見ていただけたら分かるんですけど、薄めた色でシャバシャバっと重ねたりとか、最後はカサカサっとこうかすらせたりとか、あとはこういうところベタっとこう厚くのせたりとか、そういう風に絵の具の厚みですよね、使い方っていうのは結構工夫できたかなと思います。でこのタッチが差をつけないとやっぱりこうのっぺりしちゃうんですけども、薄く重ねたりとかベタっとのせたりとかっていう強弱みたいなものはうまくいったかなと思います。でじゃあ悪いところをもう続けていきましょうか。悪いところ、気になるところいっぱいあるんですよ。それはあと多分これ普通の絵だったら5、6時間をかけていいと思うんですよね。なんですけど1時間で描いたんで、それはあらがあるわけですよ。で優先的に直すべきところっていうんですかね。直すとこがいっぱいあるかもしれないけど、もうここちょっと直すだけで良くなるよっていう悪いところ、直しポイントっていうのは、まずは比率ですねがちょっと甘いってことですね。さっき言ったように形とか工夫したよって言うんですけど、やっぱり練る時間がなかったのでちょっと手癖で入れちゃった。例えば決定的にやばいのがここですね。ここが1対1なんですよ。綺麗にこれ1対1だったんですね。分断構図って言ったりするんですけど、これ僕昔構図のいい構図と悪い構図みたいな動画出してそちらに詳しく言ってるので見ていただけたんですけど思うんですけど、僕がこれやっちゃいけないよって言ってることをやってるんですね。これやばいですね。だからこの比率が真っ二つっていうのはちょっと改善したいなと、それはちょっと後で直したいなと思います。ただ最後にここにこう入れたんですよね。これのおかげでちょっと比率がこうばらけたのでちょっとマシンにはなったんですけど、下のこの隙間入れたのが。とはいえこの位置、これが強調されてるのがやっぱ気になる、僕としては。僕はあんまり強くなくていいなと。ここ隠すと分かるんですけど、ここの真ん中の線がなくなるだけでちょっと楽に見えるんですよね。ここがちょっと丸目立ちしてるなという気がします。こういう比率の甘さみたいなのは随所にちょっと見えてくるかなっていうところですね。もう一つは近景、中景、円形っていうのが結構あったりするんですね。絵っていうのは、一番近い近景で中景みたいな真ん中の位置があって、円形って一番奥があるんですね。その意識がせっかくこんなに手前から奥にグーンと抜けてくれなのにちょっと弱いんですよね。
奥はもう少し詰めていってあげてもいいし、もっと遠くだって意識して手前と奥の差を出してみたいなという気はしました。で近景中景円形みたいなところが少し弱いっていうのがどうしても気になるかなというところです。もっとダイナミックになるはずっていうところですね。で最後に、粗密ですね。粗密っていうのは要するに粗いとか緻密なとか、そういう細かくギュッと密なっていうところとザクッとしているところの、強弱なんですね。でその粗密が若干弱い。例えばリンゴはザクザクと書いたとしてわざとね、そしたら奥はすごい細かく書くとか、例えばここがべちゃっとザクザクやってたらなんかこっちはすごい細かく書くとか、なんか粗密はもう少しあってもいいかなっていきました。ザクザク同じ筆でほとんどね書いたんでどうしても粗密が出なかったので、この場合で言えば粗いところはたくさんあるんですよ。ザクザク書いてるところあるんで、どっか密度のあるところを作ってあげるだけでかなり絵としては締まってくるかなというところが反省ポイントです。はい、それじゃあですね、最初直していくところからですね。まず一番僕が気になっているこの真ん中の線ですね。ここを直していきたいと思います。さっき言ったようにここ真っ二つになっているってところですね。ここは直したいと思います。どう直すか言っとくと、ここまっすぐ、でもここに台あるんで、この位置を変えるっていうのはちょっと気持ち悪いわけですね。どうするかっていうと、この後ろにあるなんか棚らしきものとつなげちゃうわけですよ。そうすると比率がこういう風になって、こういう比率になるわけですね。ここで切る。ここが目立たないんです。ね。とにかくここを目立たないようにすればいいので、ちょっと馴染ませるってことをしたいと思います。まずじゃあやっていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、今形をこういうふうに切り返しました。ね、ここがビシッと真っ二つになってたのをこんなふうに変えたことでこういう比率になりましたね。なので中くらい、大きい、ちっちゃいっていうこういう比率が見えてきました。これだけでだいぶ比率的にはちょっと楽になったっていう感じです。ではですね、次近景円形中景っていうところを直していきたいと思います。で近景中景円形の時に、手前はザクザク書いてるのでまだあんまり手つけないとしても、奥を決めたいって感じですね。奥がベタベタと塗っただけで終わってるので、手前のベタベタで塗ってるのとあんまり明るさはね差がありますけど、粗密の差がなかったりするので、粗密っていうのもね直しポイントがあったので同時にやっちゃいましょう。だから後ろの円形をかなり細かく書くことによって粗密の差も出しながら円形を決めていく。手前と奥の差をつけていく。粗密と同時にやっていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、ちょっと奥細かく描きました。でちょっと木みたいなのをね、ちょっと入れてみたりして、手前に対して奥をちょっと細かく、でちょっと暗さも入れてね、
まあ細い線入れただけなんですけど、まあ細かく書いてないですけど、まあ手前とはちょっと違うような表情にしました。では次、手前もちょっと変化つけてみたいと思います。はい、どうでしょうか。こんな感じで奥は細かく描いて、手前は大きい筆でザクッとやってみました。これで手前は大きい太い筆、真ん中は中くらい、奥は細かいっていうように描き分けてみました。だいぶ手前奥が大きく変化したかなというふうに思います。はい、というわけでちょっとだけね加筆しました。で、ちょっとビフォーアフター見比べてみてください。こちらになります。はい、こんな感じでですね、15分しか実は手入れてないんですよね。で、使った色も本当にこれだけですね。白と、青系と暗さ。本当にこれしか使ってないので、本当に全然書き直してないっていう感じですね。加筆程度しかしてないんですけど、どうでしょう、だいぶ印象良くなりませんでした？具体的に本当に直したとこもう一回振り返ってみると、まずこの比率、割り目立ち、要するにここがメインなんですよね。なんで、この奥と手前のこのぶつかってる、ここがドラマチックに見てほしいのに、ここの比率がすごい丸目立ちしてたってところですね。ここを弱めてあげて、ここの比率が目立たないようにしてあげて、しかもこう真っ二つじゃなくてこうつなげてあげたんですね。台とここの後ろっていうところと、例えば円形の近景の橋だと奥、窓の外をさらに描きましたね。ちょっと木の葉っぱみたいなの描きましたけども、簡単ですよ。ほんとちょっと描いただけだけども、これが入ると入んないではもう全然ないと今見ていただくともう寂しいと思うんですよ。あった方が全然いいっていう感じですね。で、こうすごい奥と手前っていうのが強調されたっていうことです。で、近景、中景、円形の橋ですると、奥をちょっと密度を持たせて、粗密的に密度を持たせただけじゃなくて、手前明るい水色をザクッと入れました。太い筆でザーッと入れただけです。適当ですね。ザーッと。そのおかげで台にも手前奥の差ができましたね。奥は暗くて手前は明るくて、しかもタッチの幅も出ました。これも粗密ですね。奥はちまちま書いてるけど、手前はザクッとやってるとか。で、ここら辺はザクッとやってて、この辺はこうちょっとベタベタ塗ってて、奥はこうちょんちょんちょんって細かくなってるっていう、近景、中景、円形っていうのがはっきり差が出ました。なので、こういうのが逆に言うとできてないとか気づけないと、ちょっとのことなのにすごい印象を落としちゃうんですよ。でこれはもう1時間で変えたいなんでそこまで気が回らなかった失敗だったんですけど、ちょっと直しただけでもぐっと良くなるかなと思います。でこういうのをね、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、というわけでですね、自分で描いた絵を、1時間で描いた絵で、あらが当然できるわけで、失敗するわけで、それを自分で直していくっていう、こういうふうにちょっと今回やってみたんですけれども、こういうのちょっと1時間で描いてみてくれとか、ちょっと無茶ぶりをしてくれる人がいれば、コメント欄とかで、ぜひ教えてくれれば、チャレンジしてみたいと思います。1時間で描くっていうのは、チャレンジしてみたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ。で、やっぱりどうしてもうまくいかないところもあるんですが、こういうふうにちょっとね、直していくだけで、ちょっとだけ修正加えて加筆してあげるだけで、随分良くなったりもするので、こういうチャレンジはね、また今後も続けていきたいなと思いますので、ぜひですね、コメントとかもいただけたらなと思います。では、今回動画はここまでになります。ぜひですね、面白かったなとかためになったなっていう方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。ね、もう、リンゴは全然手加えなかったんですよ。全く友達だね。でこれはリンゴがうまく描けてたっていうのもあるんだけども、結構ありがちで、このメイン、絵が良くないと思ったらメインを描いちゃうのね。僕はメイン描かなかったんですよ。よかったから。周りの脇役を手入れたんですよね。こういうの結構大事な意識ですよね。よく描けてるとか残して、良くないところを直せばいいっていう、そういうところが大事な意識ですよね。